今のギターの音は全てアンプからマイクで音を拾って録音したものになります。で、そこで使用したこのアンプ、今回紹介する Line6 から新しくリリースされたギターアンプ、カタリスト、こちらになります。で、このカタリストなんですけども、ざっくり言いますと、Line6 独自の技術を駆使した6種類のサウンドを内蔵したオリジナルのギターアンプとなります。6チャンネルあるギターアンプって考えてもいいですね。で、弾いてる感じとしても、普通にギターアンプを弾いてる感覚と何ら変わりはないので、多機能なギターアンプですね。で、多機能っていうところで言うと、例えばライブで使うとき、レコーディングで使うとき、それから家弾きで使うときに使えるね、便利な機能っていうのもいくつか内蔵されていますので、そのあたりも紹介していきます。はい。じゃあ、このカタリストの各チャンネルのサウンドなんですけども、実はオープニングの演奏では、この6チャンネル、すべてを使って演奏しているんですね。ですので、それとパートごとに聞きながら、実際どんなセッティングになっているかっていうのを見ていきたいと思います。ではまず、ドア玉のクリーンのカッティング。こういう感じです。から、まずはお聞きください。はい、こういった感じの、ちょっと歯切れのいいミットンで演奏しています。シングルコール2つのハーフトーンで弾いてますね。ってやってるんですけども、ちょっとセッティング見ていきましょう。で、このクリーンチャンネルを使って、原因ですね。原因はこれ、ほとんど歪まないので、とても使いやすいです。じゃあ、トーンコントロール見ていきましょうね。一回真ん中にして、じゃあベースから。わかりやすくベースがちゃんと動いてくれる。で、ミドル。これもクリーントーンはこの辺のミドルが動いてほしいよなっていうのがちゃんと動いてくれますよね。で、トレブル。はい。で、プレゼンス。はい。っていう感じで、とても使いやすいトーンコントロールになっています。例えばミドル、じゃあ上げないで、例えば、こんな感じの、もうちょっと太くしたい。ちょっとまろやかにしたい。で、ミドルを上げてみます。少し上げました。ミドル下げます。もう一回上げます。このことにですね、クリーントーンだったらこのくらいの帯域に効いてほしいよなっていうところにバシッとトーンコントロールがはまっているので、これとっても使いやすいですね。次、ブティックモード。少しクリーンめなんだけど少し歪む。こんなフレーズを弾いていますので、お聴きください。はい、聴いていただきました。もう本当に、すごい真空管っぽいですよね。ちょっと歪むっていう。ボリュームへの追従もすごいです。
トーンコントロールも。この辺の感じとか真空管アンプを使ってるっていう言われれば、ああそうですねって思っちゃう感じですよね。まあちょっとじゃあこれ原因から見ていきましょうね。これはね、原因結構割と歪みます。で、ベース。で、ミドル。このミドルもね、癖がなくていいですよね。いわゆる鼻つまみっぽいこの高ーっとしたミドルじゃなくて、ちゃんと、なんていうんですね、まろやかなミドルっていうか。少しローミッド気味に効いてる感じが、この音色にとても合ってるじゃないですかね。で、トレブル。いいですね、これも。で、プレゼンス。またこれもね、とてもこの音色に合ったトーンコントロールだと思います。で、原因をちょっと上げ目にして、ボリュームを絞るっていう。こういう、まあ、王道な音作りっていうのもちゃんと対応してくれるのがなかなかいいですね。次、チャイム。ですね、いわゆるチャイミーなね、ギターらしい上の倍音が綺麗に出た、とてもいい音だと思います。いいですよね。これ、今ちょっとお聞きになってわかるかと思うんですけど、ディレイかかってます。で、実はですね、これエフェクト内蔵してまして、そんながっつりマルチエフェクターがボンと入ってるってわけではないんですけども、2種類のエフェクターが同時にかけられるんですね。で、冒頭の演奏では、普天8分ディレイをかけて、いわゆるシーケンスフレーズみたいなこんなフレーズを弾いていますので、ちょっと聞いてみてください。いわゆるこのディレイを使ったこういうことをやっていますけども、まあ、とても、いわゆるチャイムっていうぐらいなんで、イギリス産のね、コンボアンプをちょっと彷彿させるサウンドだと思うんですけども、とはいえ、そこにはやっぱり Line6 なりのオリジナルのモデルっていうイメージがあるんだと思うんですけども、まあそういうふうに僕は個人的には感じています。じゃあこれもちょっとトーン入れてみましょうね。ちょっとエフェクト一回を振ります。はい、じゃあこれ原因はね結構変わりますこれ。ここまで歪みますね。でボリュームの水準もいいです。ほら。ですね。で、原因ちょっと下げて、じゃあベース。
で、ミドル。このミドルもやっぱいいですね。すごく嫌味のないミドルというか。まろやかに聴いてくれるっていうか、とても自然です。トレブル。これがですね、よくできてまして、トレブルを、ここではね、結構干渉しちゃいます、トーン回路が。で、トレブルを上げるとベースが下がります。いきますよ。じゃあ6弦だけ弾いてみますね。このようにトレブルを上げるとこう曲がるんだけど、それに応じてベースも下がってきて、まあギターアンプらしい動きですよね。これもやっぱりオリジナルのアンプモデルをこういうところから意識したんだろうなって個人的に勝手に思っています。で、プレゼンス。このプレゼンスはとても自然で、いわゆる超広域を調節するイコライザー的な感じですね。まあちょっと抜けっていうかちょっと上を抜けよくしたいなと思ったらプレゼンス上げて。やればいいし、ちょっと痛いなと思ったらちょっと下げて。これもかなり使い勝手が良い。じゃあ次、クランチモード。その名の通り、いい感じのクランチの音が鳴ってくれます。で、もう一つ機能があって、実はね、ブーストって機能があります。これね、アンプの前に一個ブースターを置いたみたいな、そういう効果が出せるんですけども、ちょっと今やってみますね。こういうふうにいわゆる歪みのアンプに相性のいいブースターを1個踏んだみたいなそういう感じですよね。で、冒頭の演奏では、バッキングをこのブーストなし。で、途中からちょっとソロっぽく弾いてるんですけども、そこをブーストありで弾いてましたので、ちょっとオケ中で聴いてみてください。はい、聞いていただきました。いわゆるこのバッキングをブーストなし。で、リードをブーストありで、このバッキングとリードのちょっと住み分けみたいなことをね、確認していただけたかと思います。はい。で、そのブーストなんですけども、今、クランチモードの時は、いわゆるこの、ブリティッシュ系っていうんですかね、クランチの音をプッシュしてくれるような、伝統的なね、四角いブースターをイメージしたような効果が出てくれるんですが、他のチャンネルではそのチャンネルに合ったブースターがチョイスされていって、それがなかなかね、使える感じになってます。で、このトーンいじりましょうね。で、ゲイン。わかりやすく聞いてくれますね。じゃあベース。
もすごい極端ではないんですけども、使える範囲で。まあ使いやすいですね。これミドル。やっぱここもすごく極端にここで音をいじるというよりは、元のこのクランチの音を、まあ少し、なんですかね、ちょっと太くするとか、少しまろやかにするとか、そういう変わり方をしてくれますね。で、トレブル。で、プレゼンス。この辺もやっぱ抜けの感じっていうか、ちょっとまろやかにして、こういうちょっとクラシックな感じからちょっと張りのある。で、原因もちょっと上げて。っていうところまで、まあ幅広く持っていけますね。はい、じゃあ次、ダイナミックモード。これダイナミックモード、ちょっと言葉にしてると難しいんですけども、まあ、歪むは歪むんですが、とてもこう、ニュアンスがすごくつけられる。こう、ダイナミックレンジが広いみたいな、そういう、イメージがあります。なんか。で、まあ、こんなフレーズを弾いてるんですけども、冒頭の演奏では、ブーストなしでバッキング。で、ブーストして、ソロっぽいことを弾いています。このブーストは、なんか、どっちかって言ったら、いわゆる緑のいわゆる TS 系みたいな、そういうブーストに近いと思いました。じゃあちょっとその部分を聞いてみてください。はい、聞いていただきましたけども、まあ、とてもなんていうんですか、ニュアンスがつけやすい、けど音も伸びる歪みみたいな。これ、ブーストの時は、で、これブーストの時にはこっちのギターで弾いたんですけども、ですね、こう。こう、すごくニュアンスのつきやすく、まあ、歌いやすいリードみたいな感じですかね。これ個人的にはすごく気に入ってます。じゃあ、これもトーンをいじってみます。じゃあまず、原因。これ結構幅広いです。このくらいのもうほとんど歪んでない感じから、結構歪みますね。で、ベース。まあ、これも使える範囲での提供調整ですね。で、ミッド。少しハイミッドよりのちょっと明るいところに効きますね。これ地味な感じで。で、これをミッドちょっと上げて明るく。いいですね、これも。で、トレブル。まあ、これも、まあ、いわゆるトレブルっていう聞きやすい。トレブルっていう、使いやすいところですね。で、プレゼンスも多分。もう思いっきり絞ってマイルドに。そしてグッ
と上げて、トレブルもちょっと上げて、ちょっと固め。これもまたやっぱ使い勝手のいいトーンですね。はい。じゃあ次、ハイゲインモード。もうこれもその名の通り、かなりハイゲインです。で、これもボードの演奏では、バッキングをブーストなしで、ソロをブーストありで弾いています。そちらをお聴きください。はい、ハイゲインモードを聴いていただきました。これもブーストなしでバッキング。で、ブーストありでリードっていう住み分けを確認していただけたかと思います。じゃあちょっとつまみにしていきましょうね。じゃあ原因から。そこは結構歪みます。結構迫力ありましたね。これ、ちょっと先にブーストやってみたいんですけど、ブーストがね、なかなか良くて、いわゆるこのハイゲインをプッシュしつつも、少し潰れすぎないような、まあ、ザクッとした部分がちゃんと出せるようなブーストになってます。ちょっと弾いてみますね。このブースト結構いいですよね。そしてじゃあ、ベース。割と箱鳴りのような、すごいウルトラローが出ますよね。これ12インチ一発なんですけど、なかなかそうとは思えないローの出方がしますね。じゃあミッド。これわかりやすいですね。ちょっとドンシャリ気味にしてみようと。にこうして、じゃあ少しミッドを出そうかというふうにこうすると。とてもこのハイゲインで使いやすい中域の感じですよね。じゃあトレブル。これもね、やっぱこのハイゲインで聴いてほしいトレブルっていうのにちゃんと聴いてくれる感じですね。で、プレゼンス。これもわかりやすいですね。なんか、もうほんとプレゼンス部分をコントロールする。もうそのまんま。これはかなり使いやすいトーンコントロールだと思います。そしたら、これ背面にね、結構入出力が結構ありますので、そちら見ていきます。まず、XLR アウトに対応してまして、まあ、いわゆる、ラインアウトが出せるんですね。ラインアウトはスピーカー閉めるとした音がラインで送ることができます。なので、マイクで通ることもできますけども、ラインで出すこともできるっていう。じゃあ、今聞いていただくのは、まずマイクの音。はい。じゃあ、これを、ラインの音で今撮ってますので、それも聞いてみてください。
はい、こういった風に、エフェクトも込みの音をスピーカーシミュレートしてアウトすることができます。で、このラインアウトの音色なんですけども、実は専用のエディターソフトっていうのがあって、Mac、PC、iOS で使えるんですけども、それでエディットすると、スピーカーの数ですね。1発なのか2発なのか4発なのか。というとことあとマイクの種類が結構豊富に用意されているので、その辺でちょっと追い込むこともできます。出力の切り替えっていうのがありまして、これは今 100W のモデルなんですね。だから結構 100W なんで結構大きいのと出るんですけども、それをですね、スイッチで、ハーフワット、それから 0.5W で、ミュートっていうのも対応しています。で、ミュートにするとスピーカーからは完全に音が出ません。でも、真空アンプじゃないので、壊れたりしないので大丈夫です。で、ミュートにすると、ラインアウトだけ出すことができるので、そうすると、いわゆる卓録的な時に、スピーカーの音は出せないけども、ラインで出すっていうことも簡単にできます。それから、家で弾くのに、やっぱりスピーカーから音を聞きたいなっていう時には、例えば 0.5W とかにすると、結構ちっちゃいです。で、ちっちゃくしても、あんまりしょぼくならないのが結構ポイントなんですよ、これ。聞いてる感じとしては、家で弾くにはちょうどいいのかなっていう気もしました。で、パワーアンプインっていうのがありまして、例えば、ヒーリックスとか HX トンプのようなモデラープロセッサーをリターンに挿すことで、このカタリストを、いわゆるパワードスピーカーとして使うことができる。パワーアンプとスピーカーキャビが一体になったっていう。これライブなどのシチュエーションで結構便利に使えるんじゃないでしょうか。はい。他にエフェクトループやミディも搭載してますので、自分の好きなね、空間系エフェクトとかを、ループに入れたりとか、あとミディコントローラーですね。で、カタリストをコントロールしたりとか、そういうことも可能です。はい。というわけで今回は Line6 から新しくリリースされたギターアンプ、カタリスト紹介させていただきました。いろんなことはできるんですけども、このギターアンプとしてのポテンシャルっていうのはかなり高いと思いますし、シンプルに6チャンネルのチャンネルを持ったいろんなことができるギターアンプって考えると、かなり使えるんではないかと個人的には思っています。価格の方もね、かなり抑えられているようですので、概要欄からリンクを貼っておきますので、そちらでチェックしてください。というわけで、今回は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。